のささやきの朗読や夏の終わり、俺は出費を抑えるため、人気もないダム湖の展望デッキへと向かった。人影はない。風は弱く、木々の擦れる音だけが遠くで揺れていた。それでも最初の一歩から胸の奥にざらつくような違和感があった。観光地のはずなのに、気配という気配が全くなかった。湖面も空気に合わせて沈黙しているようだった。手すりに触れた瞬間、金属とは違う湿った冷たさが指先から腕に上がってきた。思わず手を離すと、指先に水滴がついていた。雨は降っていない。周囲に濡れている場所もない。なのにそこだけ温度が違ったんだ。湖面がわずかに揺れた。風ではない。魚でもない。水が内側から持ち上がるように膨らみ、黒い模様のような目がこちらを向いて静止した。ほんの数秒、その模様は輪郭だけを残して溶けるように消えた。俺は気になって身を乗り出した。対岸の山の影とは違う。白い人影のような形が水の濁りの中から立ち上がっていたんだ。実体はないのに視線だけがこちらに張り付いてくるようだった。足を引いたその時、デッキの下でコツッコツッと木材を叩く音がした。風ではない。枝が当たる音でもない。叩く感覚があまりに一定だった。まるで真下で誰かがゆっくりと近づいてくるみたいに。手すりの下を覗き込む勇気はどうしても出なかった。胸だけが急に重くなり、ここに長くいてはいけないと理由もなく思った。背を向けて歩き出したのに、湖の湿った匂いがまるで背中に張り付いてくるようだった。逃げたはずなのに、足音の一つ一つが水面に吸い込まれるように軽くなっていく。不安だけが静かに膨らんでいった。展望デッキを離れ、湖沿いの遊歩道へ足を移した。人のいない湖畔は昼なのに光が沈んで見えるほど静かだった。歩いているだけなのに背中のどこかを見られているという感覚が抜けない。振り返ろうとするたびに胸の奥が鈍く震えた。足を進めると湖の端には古い階段があった。立ち入り禁止のロープは何年も前からそのままのように色あせていた。階段の下、水際のあたりに土だけが不自然にえぐれたような場所が見えた。まるでそこに何かが置かれていた形だけが残っているようだった。その輪郭を視界に入れた瞬間、肌がひりつくような気配が背後に立った。ゆっくりと振り返る。湖面、その中央にさっきとは違う白い影が立っていたんだ。輪郭は揺らぎ、頭だけが沈んでいるように見えた。肩から下は薄い霧みたいに水へ溶けているのに、首だけが水面から突き出している形だった。それがこちらへ向く。
湖の中央にいるはずなのに、距離が急に縮んだ錯覚に襲われたんだ。瞬きをした瞬間、影の顔が手すりと同じ高さまで引き上がったように見えた。人間の動きではない。俺はとっさに視線をそらして走り出した。砂利を踏む音がやけに軽く、踏むたびに自分の影が揺れてついてこない。背後の湖から水が吸い上がるような音がわずかに追ってくる。走りながらあの土のえぐれた形が脳裏に焼き付いて離れなかった。あれは何かが横たわっていた跡だ。人の形に近い、沈んでいたものが引き上げられたような跡。息が切れて立ち止まったとき、胸ポケットが急に重くなった。何かが入っている。外した覚えのない重さだ。震える手で触ると布の裏地が湿っていた。指先に泥と水の感触がつく。ゆっくりと中を開いた。紙片のようなものが湿ったまま折りたたまれていた。湖の水に浸ったように端が破れている。広げると文字は滲んで読めない。ただ中央にだけ指の腹ほどの黒い跡が押し付けられていた。それは指紋にも見える。押された方向は俺の胸へ向かう形だった。そこへ吹いた風が妙に暖かかった。夏の風ではない。人の体温に近い温度で背中へ張り付くようにまとわりついた。振り返ると湖面の白い形はもう水の上にいなかった。どこに行ったのか見えない。なのに気配だけが呼吸のすぐ近くに寄ってきていた。胸の奥に冷えた指を差し込まれたような感覚が広がっていった。振り返っても湖面には何もいない。けれど何かが後ろに立っているという気配だけは消えずにそこへ張り付いていた。遊歩道を離れようと足を進める。影はない。足音もついてこない。それなのに背中だけがずっと重くて、肩甲骨のあたりに呼吸が一つ分触れているような感触が続いた。ダムの入り口に近づいたとき、不意に左側の柵が湿った音を立てた。見たくないのに目が吸い寄せられた。柵の外側、湖へ降りていく細い斜面の途中に人影が立っていた。白い水をたっぷり吸った布がそのまま体の線に張り付いているように見えた。顔は影になっている。なのに視線だけはこちらへ向いているのが分かった。一歩動くごとにそいつも一歩分だけ近づいてくる。地面がきしんだ。湖面とは違う土が沈む音だった。俺は逃げるように出口へと走る。足音は俺だけのはずなのに、背後の足音だけが地面を濡らしながら押し寄せてくる。出口の階段を上がりきった瞬間、空気が急に軽くなった。振り返ると湖畔は静かで人影もいなかった。ただ胸ポケットだけがまだ重かった。帰宅をして上着を脱いだ。ポケットを裏返すと、あの湿った紙片とは別に何かがポトリと落ちた。黒ずんだ布切れ。いや、違う。よく見ると財布の一部だった。
角の縫い目がちぎれ、湖の泥で汚れている。拾った覚えもないし、触れた覚えもない。その時、スマホのニュースが震えた。ダム湖の底から身元不明の男性遺体が引き上げられたという。男性の服のポケットには破れた財布が残されていて、中の紙片だけが消えていたと。画面を見た瞬間、胸の奥がゆっくり凍りついていく感覚がした。紙片、黒い跡、水に沈んでいた形。あれは俺に近づくために浮き上がってきたものだったのか。部屋の窓ガラスにゆっくりと白い曇りが広がった。呼吸みたいに一つ二つと濃くなっていき、やがて指先の形がガラス越しに滑った。外には誰もいない。なのに濡れた指の跡だけが残っていた。水面の下にいるものは湖に沈んだままではなく、俺の生活のすぐそばまで来ていたんだ。それ以来、夜の静けさの中で窓のどこかをコツコツと叩く音が混じるようになった。中古車販売店で働き始めて3年目の夏だった。閉店間際の店内は静かで、展示車のガラスが夕日を反射してオレンジ色に濡れていた。その日はいつもより客足が少なく、俺は店の前をほうきで掃いていた。暑さが地面でじわりと歪むように揺れて見える。それでもこの時間帯は空気が少しだけ軽くなる。ほうきの先端が影をまたいだとき、視界の端に白い形が浮いて見えた。ふと顔を上げると、入り口のガラス越しに白いスーツを着た男が立っていたんだ。真夏に白のスーツ。しかも汗一つかいていない。姿勢だけが異様にまっすぐだった。店内に入ってくる様子はない。ただガラス越しに展示車の一台、ずっと売れ残っている黒の中古車だけをじっと眺めていた。お客様かと思い声をかけようとしたが、男は瞬き一つしなかった。まるで時間から浮いているような立ち姿だった。俺は気味が悪くて視線を外そうとした瞬間、ガラスに反射した店内の光で男の顔が一瞬だけはっきり映った。白いスーツの襟元から下へ水を吸ったように黒い影が伸びていた。顔色ではない。まるで服の中から染み出した跡みたいだった。気づいたら手のひらに汗がじんわりにじんでいた。ガラスの向こうの男が急にこちら側へと首を傾けた。やめてほしい角度だった。確認をするようにこちらを見るのではなく、見えている位置に合わせてくるような傾け方だったんだ。ほんの数秒。けれどその数秒が異様に長かった。俺は気を紛らわせるため、無理に視線を車へ戻した。売れ残っている黒の中古車は、前のオーナーが事故で手放して以来、誰も買いたがらない車だった。それを男は一切視線を外さずに見続けている。振り返った時、ガラスの前にはもう誰もいなかった。
白い影は消えていた。ドアは開いていない。足音もしない。けれど地面にはほんの一つだけ濡れた靴跡が展示車の方へ向かって残っていた。その靴跡の先、黒い車のボンネットを見た瞬間、胸の奥で何かがざわりと動いた。理由はわからない。ただあの白いスーツの男が車から離れられない何かだった気配だけが静かに背中へと染みていった。翌日、出勤して店のシャッターを開けた瞬間、胸の奥がざわついた。理由はわからない。ただ展示車の並ぶ駐車場がいつもより湿って見えた。昨夜は雨は降っていない。それなのに地面の一部だけほんのわずかに色が濃かった。そこは例の白いスーツの男が立っていた場所だった。俺は嫌な予感を押し込んで店の清掃を始めた。鍵をチェックし、契約書をまとめ、車の外装を拭き上げていく。そして黒い中古車の前に立った時だった。ガラス越しの車内に白いものがかすかに揺れているのが見えた。布の切れ端のようにも見える。だがこの車には荷物はもちろん、前のオーナーのものも何も残っていないはずだ。ドアを開けると、車内は熱の熱気でムッとするほど暑かった。それなのに後部座席だけがじんわりと湿っていた。触れると指先に薄く水がついた。嫌な冷たさだった。エアコンの結露では説明がつかない。視界の端で運転席のサイドミラーがわずかに震えた。窓は全部閉まっている。風もない。反射したミラーの中、後部座席の白いシミが人の肩の形に見えた。背筋が急に凍りつく。呼吸を整えようとしても胸が浅くひりつくだけだった。気のせいだと思いたくてシミに触れた指を見た。指先の水は透明ではなかった。ほんの少し灰色が混じっている。泥水の色に似ていた。そこで急に背後からガラスを叩く音がした。振り返ると店のガラスドア越しに白いスーツが立っていた。昨日と全く同じ角度、同じ姿勢。目線だけが黒い車のフロントへとゆっくり沈むように動いていく。瞬きした一瞬でその姿は消えた。ドアは開いていない。足音もしていない。ただガラスの内側に濡れた指の跡が4本ゆっくりと滑っていた。その指の跡はまるで車内の誰かが中から触れたように見えた。背筋を覆う不快感を抑えきれなくなり、俺は店の奥に引っ込んだ。それでもさっき触れた後部座席の冷たさだけが手の甲に残り続けていた。そして気づいた。あの濡れた座席の位置、人の肩の形に見えたシミ。それはちょうど前のオーナーが事故で見つかった時の姿勢と同じ高さだった。その日の閉店作業はいつもより時間がかかった。手を動かしているだけなのに背後の空気の重さが張り付いて離れなかったんだ。外が暗くなる頃、駐車場の明かりがパッとついた。展示車のボンネットが
白く光る。黒い中古車だけ光の反射が鈍かった。表面に薄く湿りが残っているように見えた。近づくとフロントガラスの内側に白い影が映っていた。人影のようで体の線がやけに細い。こちらの気配に合わせるようにゆっくりと首が傾いた。俺は怖くて目をそらした。視線を地面へ向ける。そこには濡れた靴の跡が一列ずつ並んでいたんだ。店の入り口から黒い車のドアへ向かう一本の線。歩幅は妙に狭いのに地面はしっかりと濡れていた。まるで湖から靴を引きずり上げたような跡だった。心臓が乱暴に跳ね上がった。開いているはずのないものが車の中で動いている。そう理解した瞬間だった。ガラスの内側からカツッと乾いた音がした。次の瞬間、内側の曇りガラス越しに指がそっと一つ当てられた。それは外からではなく明らかに中から。指先はゆっくりと横へ滑り、ガラスに白い跡を残していった。その線が描いていたのはこちらへ向くような手招きの形。俺は耐えられなくなり後ずさった。車の中には誰も乗せていない。鍵も閉めていた。それでもガラス越しに映る影は確かに人の姿だった。店の明かりが急に揺れた。風もないのに光だけが波打つように震えていたんだ。俺はフロントガラスへと視線を戻した。そこには白いスーツを着た男が座っていた。運転席、正面を向いたまま目を閉じている。肩は濡れていた。スーツの襟元には泥のような暗いシミが広がっている。昨日見た姿そのままだった。ただ一つ違う。男はシートベルトをしていた。それは前のオーナーが事故で見つかった時と同じ状態だった。事故の衝撃で運転席で固定されたまま亡くなったんだ。それがこの車だった。男の胸がわずかに上下した。だが呼吸ではない。何かが浮き上がるような動きなんだ。次の瞬間、湿った手のひらがガラスの内側からべたりと押し付けられた。泥混じりの水が液体の線になって垂れ落ちる。俺は逃げるように背を向けた。走り出した俺の背中にはっきり届いた。車内から聞こえるドアが開く音。鍵はかけていた。店のシステム上、外からは開けられない。それなのに金属の外れる乾いた音が静まり返ったやけに落ちてきた。振り返る勇気はなかった。後日黒い中古車は廃車扱いになった。その車から前のオーナーの形見とされる白いハンカチが見つかったという。ただ一つわからないことがあった。それはそのハンカチが俺のロッカーの中に入っていたこと。濡れたまま泥のついた指跡が4本消えずに残っていた。金のない夏だった。本当は遊園地へ行くつもりだったのに、俺、
ゆうやの金遣いの荒さと、マキに借りた金を返していないことが理由で、結局、安く遊べる場所として山へ向かうことになった。登山道に近づくほど空気は重く、セミの声だけが遠くで痩せたように響いていた。舗装の切れた場所からは湿った土の匂いが濃く上がってくる。山へ入ってすぐ、マキが不意に立ち止まった。理由は言わない。けれど、どこか入りたくないという感情だけが伝わってくるようだった。ゆうやは気づかず、せっかく来たし、散歩くらいはしようぜ。と、歩幅を大きくして進んだ。マキは仕方なく後を追った。森の中は異様に静かだった。二人の足音だけが重たく響き、木々が作る影が妙に濃く見える。最初の異変は斜面の途中で起きた。マキの首筋がふっとこわばり、何かに見られている感覚。ゆうやも同じ瞬間に振り返った。斜面の上、木の隙間、濁った光の先に一人の男が立っていた。背筋を伸ばしたまま動かない。顔は影に沈み、表情は読めない。ただそこにいるという事実だけが濃かった。ゆうやが険しい顔で斜面に近づく。だがそこへ着いた時にはもう男の姿は消えていた。土の表面に一歩だけ後ろへ引いたような跡だけが残っていた。もうやめようぜ。帰ろう。とゆうやは低くそう言った。落ち着いているように見えて声がわずかに震えていた。だがマキは一瞬だけ帰りたくないという表情を浮かべた。自分でも理由がわからないまま視線だけが森の奥へと吸い込まれていく。その違和感が空気より先に二人の間に落ちた。ゆうやが歩き出し、マキも後を追う。数分経ったその時だった。マキの背中にじっとり張り付くような気配が触れたんだ。とっさに振り返る。さっき斜面にいた男がマキのすぐ後ろに立っていた。距離は数メートル。表情は影のまま、音一つなくその場に沈んだまま動かなかった。ゆうやはまだ気づいていなかった。マキの喉が詰まり声が出ない。代わりにゆうやの手を掴んで突然走り出した。山道の影が流れ、息が荒くなる。胸の奥の直感だけが告げていた。ここにいたら戻れなくなる。その予感のすぐ先で、土の色よりも暗い人影が地面に倒れていた。それは男の遺体だった。倒れていた男は土に半ば沈むように横たわっていた。ゆうやとマキは息を整えることすら忘れて立ち尽くした。男の顔は土で汚れ、首の周りの皮膚には自然な圧痕が残っている。ここで命を落としたことを示すような静かな冷たさだけが漂っていた。マキは震えた声でつぶやいた。さっきの人だよ。斜面に立ってたあの男。あれ、生き霊だったんだよ。その言葉に応えるように山の空気がぐっと冷えた。ゆうやはマキの手を離し、遺体へゆっくり近づいた。
背中を向けたまま牧を振り返らずにかがみ込む。男の後ろポケットがわずかに盛り上がっている。優也はためらいながら手を入れた。土の感触の奥から硬い財布の形が指先へ触れた。取り出した財布は泥で湿り、皮が重く変色している。だが中には札束が入っていた。その額は牧から借りている金と同じだった。牧の表情が凍りつく。優也の手も止まった。返すよ。声には出していないのに、その意志だけがはっきりと伝わった。優也は金を握ったまま牧へ差し出そうとした。今返す。これで。牧は後ずさった。受け取らなかった。そして震える声がようやく漏れた。違う。そういう問題じゃない。二人の間に沈黙が落ちた。その沈黙を破ったのは土の中から響くようなわずかなきしむ音だった。優也と牧が同時に顔を向ける。遺体の肩がかすかに揺れていた。ありえない角度で男の上半身がガバッと起き上がったんだ。喉からは声が出ていないのに、牧は吐き気がするほどの恐怖で足がすくんだ。優也も後ずさりし、握っていた金を指から落とした。男は顔を上げず、影だけの表情で二人へと向かってくる。音を立てずに地面を這うような動き。優也がとっさに振り返り、足元にあった石を掴んだ。次の瞬間、男の影が牧へ向かう。優也は反射的に石を振り上げた。鈍い衝撃、そして倒れる音。土が跳ねる。動かなくなった男の体を前に、二人は呼吸の仕方すら忘れて立ち尽くしていた。牧の声が震えた。埋めないと、このままじゃ。優也は何も言わずに近くの土を掘り返し始めた。二人の指は泥に沈み、音もなく山が飲み込むように深まっていく。男の遺体を土に隠し終えた頃、山の光はすっかり薄暗くなっていた。優也は泥のついた指を握りしめ、牧の腕を掴んだ。帰ろう。もう絶対にこの山にいたらダメだ。牧は小さくうなずいた。言葉を発すると声が震えて折れてしまう気がした。二人は来た道を戻るように歩き始めた。森の奥から一定の間隔で葉が揺れる音がついてくる。風の向きとは関係なく、二人の背後だけがざわついている。牧が息を詰め、振り返りかけた瞬間、優也が強く手を握った。見るな。見たら連れてかれる。牧はその言葉に従い、前だけを向いて歩く。数十メートル先で、優也が不意に足を止めた。参道の真ん中に男が立っていた。土に埋めたはずの男。先ほどの遺体と同じ服。顔は影のまま。胸は動かず、ただ立っている。牧が口を押さえた。背筋が凍るほどの近さだったんだ。
まるで二人が来るのをずっと待っていたように。ゆうやはマキを抱き寄せ、小さくつぶやいた。走るぞ。二人は山道を全力で駆け出した。呼吸がちぎれ、肺が焼け、足がもつれそうになる。その一瞬の隙で、マキは前を見た。そこにはなんと男が目の前にいた。ほんの数十センチ。肩越しに湿った匂いが触れる距離。マキは叫び声を飲み込み、体が固まった。ユウヤが反射的にその男を突き飛ばす。重い手応えが腕に残った。人の体そのものの重さ。倒れたはずなのに地面に落ちる音はしなかった。空気だけがへこんだような沈黙。ユウヤはマキを引きずるように走り出し、影が背後で揺れる。何かが木々の間を速い速度でついてくる。山の出口が見えた頃、不意に音が止んだ。追ってきた気配が消えたんだ。ユウヤとマキは転げるように山を降り、そのまま車へ戻った。二人は口を開けず、ただ家へ帰ることだけを考えていた。だが翌日、ユウヤは仕事へ向かう前に自分のバッグを開いて固まった。そこの布が湿っていたんだ。泥がついていた。そしてその泥の中央に昨日遺体のポケットから抜いたはずのあの財布が入っていた。濡れたまま土の匂いを放ちながら。ユウヤは震える手でバッグを閉じた。その瞬間、玄関の外のコンクリートに濡れた足跡が一つだけ残っていた。指の角度、深さ、そして歩幅。それは山に倒れていた男の足跡と同じだった。誰かが戻ってきたのではない。ずっとついてきていたんだ。それ以来ユウヤの家の前には夜になると必ずその片足だけの足跡が残るようになったそうだ。